今日は自分が持っている木軸のペンを全部紹介していこうと思います。今回の動画ではグリップのみに木が使われたペンも例外的に木軸ペンとして紹介をしていこうと思います。自分が持っている木軸ペンは合計で19本となっていて、並べてみるとこんなに持っているんだなと驚きました。木軸のペンはよく育てるっていう言葉を使うんですけれども、使えば使うほどツヤが出てきて色も深くなっていきます。そういうこともあって使っていくのがね、すごい楽しいんですよね。他にももっと魅力があって言っていくとキリがないと思うので、木軸ペンの魅力はまた別の動画でしていこうと思います。では今日の動画はかなり長くなると思うんですけれども、魅力的なペンがたくさん出てくるので最後まで見ていただけたらなと思います。まずはパイロットの S20 のディープレッドとダークブラウンですね。こちらは自分が持っている木軸ペンの中では一番有名なペンだと思います。自分は中3の時からディープレッドは持っていて、このペンで高校受験を乗り越えたと言っても過言ではありません。それから1年後の高校1年生になってからこちらのダークブラウンを新たに購入して使ってきたといった感じですね。こちらの木はカバという木が使われているんですけれども、ただのカバ材ではなく樹脂含芯カバ材という樹脂を高温高圧で木に染み込ませた特殊な素材が使われています。そのためかなり強度があって普通に使っていたら割れたりすることはないんじゃないかなと思います。最初は表面が本当にザラザラしていて、こんな感じで全然ツヤが出ていない状態だったんですけれども、使えば使うほどツヤが出て木の色が深くなってペンの中心部分の塗装が剥げてきたりして、使っていった時の変化が比較的現れやすいペンですね。ディープレットはプラスチック磨きクロスという、研磨剤入りのクロスで磨いてしまったのでツヤツヤになっています。ダークブラウンは磨かずに使ってきたんですけれども、それでもこんな感じで、いい感じにツヤが出ているっていう感じですね。木だけでなくとても描きやすいっていうのもこのペンの魅力ですね。パイロットの製図用シリーズである S シリーズというものの、最高級モデルで、自分が持っている木軸ペンの中で唯一の製図用のペンとなっています。かなり、筆記性能にもこだわったペンで、段のように細くなった口金と 4mm のガイドパイプによってペン先の視界はとてもよく、重心の位置が低めになっているので長期筆記にも向いているシャープペンとなっています。木は頑丈なんですけれども、ペン先のガイドパイプが落としたらイチコロで折れてしまうので、大切に使っていく必要はあるかなと思います。2000円もするペンなのに文房具好きの皆さんは当たり前のように使っているってなんかすごいですよね。続いてはパイロットのレグノですね。こちらは自分が高校受験に合格して買ってもらったシャープペンで、結構思い入れのあるペンです。こちらも S20 と同じく樹脂含芯カバ材が使われていて、口金やキャップも S20 と互換性があって結構似ているところが多いペンとなっています。こちらは簡単に言うと S20 の一般筆記バージョンっていうイメージが強くて、 S20 におしゃれさを求めた、上品なデザインですね。金具の部分はツヤがある塗装が施されているんですけれども、かなり使ってきたのでこのリングの部分は傷でくすんでしまっています。それでも刻印がされたロゴとなっているので、ロゴが剥がれないっていうのはいいところかなと思います。こちらもかなり昔にプラスチック磨きクロスで磨いたので、ツルツルとした触り心地になっています。かなり昔にツイッターでレグノを磨いたことを写真付きかなんかで投稿したところ、人工的にツヤを出すっていうのがあんまりいいイメージではないということで結構物議を醸したので、そこはやる上で注意していただきたいなと思います。レグノは上の軸の部分が S20 のように細くなっていないので、その分重心が S20 よりも上の方になってしまって書きやすさという面では劣るんですけれども、ペン自体が軽いのでそこまで気になりませんね。S20 と同じなんですけれども、内部は真鍮が使われているので書き味が本当に良くて書いていて楽しいペンですね。2500円プラス消費税と S20 より500円ちょっと高くなっています。こちらもパイロットのレグノなんですけれども、値段が1000円などでレグノ1000と呼ぶことにしましょう。こちらのレグノ1000は後から紹介するパイロットのジャストミートスマートの後継型として発売されたペンとなっています。
北米産のハードメープルを使ったシャープペンで、こちらの木目という色は何も塗装がされていないナチュラルなモデルです。全然使えていないのであんまり変化していないんですけれども、メープルは経年変化をしていくと艶が出て飴色になるそうですね。触り心地はサラサラとした感じで、最初はちょっと滑りやすいかなと思ったんですけれども、使っていくと手に馴染んで滑り止めの効果も出てくれるんじゃないかなと思います。ペンの中間部分のリングで木を分けたりしていないので、グリップからペンの上部まで全て木が使われていて、温かみのあるおしゃれなデザインとなっています。重量は見た目以上に軽くて、だいぶ製作コストを抑えたと感じてしまう中身となっていて、チャックが樹脂でできているというのが残念なんですよね。芯を出した時に結構戻ってしまいますし、書き味も柔らかすぎちゃう感じで、なんか好きになれないんですよね。1500円とかで中の機構にもこだわったモデルが出てくれたらすぐに買うのになといった感じです。パイロットの公式サイトを見ると品番はもちろん違うんですけれども、どちらの名前もレグノで全く一緒なので、なんて呼べばいいのか本当に迷っちゃうペンです。文房具好きの中では昔からあった2500円の方はいつも通りレグノと呼んで、新しい1000円の方はレグノ1000と呼ぶのが一般化しているかなといった感じですね。続いてはパイロットのジャストミートスマートですね。こちらは今は廃盤となってしまったシャープペンでございます。木製バットを作る際に青ダモという木が使われていたんですけれども、その時に余分な端材が出てしまうということで、その資源を有効活用しようと登場したのがこちらのペンとなっています。ただ青ダモが継続的に入手するのが困難になってしまったため、こちらのペンは廃盤になって新たにハードメープルを用いたレグノが登場したということですね。レグの線と内部のパーツは全く同じものを使っていて、口金とキャップは互換性があります。柔らかい感じの書き味とかも結構似ているんですけれども、個人的にはジャストミートスマートの方がくぼんだ形状になっていてよく手にフィットしてくれますし、デザインもこっちの方がおしゃれかなと思ったので廃盤になってしまったのは残念かなと思います。こちらのペンは黒色の塗装が施されていて、長く使っていくとこんな感じで塗装が剥がれて残念な感じになってしまうので、もし見つけた方は何も塗装がされていない木目という色を買うことをお勧めします。樹脂チャックなのは残念なんですけれども、結構自分の周りでは使っている人が多くて、1000円で買いやすくて使いやすい木軸のペンだったということで、今でも一定の人気があります。続いてはリンクルのカラムシャープペンのウォールナットですね。こちらのシャープペンはほぼ全てのパーツが木でできたシャープペンとなっていて、ご覧の通り軸はもちろん口金やクリップ、それからノックをするところまで木が使われたシャープペンとなっています。自分が持っているのはウォールナットという種類で、軸に使われている茶色い木がウォールナットです。それ以外の黒い木は黒炭が使われていて、茶色と黒の対比がまたおしゃれで温かみのあるデザインとなっています。芯を補充するときはこちらの細い棒を引き抜いてノックをするところを取ることができます。それによって芯を補充することができるんですけれども、ここにある溝は芯を円滑に補充するために開けられているところで、普通のシャープペンのギミックとは大きく違う一つのおもちゃのようなペンとなっています。そしてこのペンのほとんどのパーツが木でできているということで、重量が 9g となっていて非常に軽いです。自分が持っている野原工芸のシャープペンは重量が 30g 近くあるので、見た目は同じぐらいの太さなのに重さが3分の1以下となっていて、かなり軽く感じます。すごい取り回しのしやすいシャープペンで、長期筆記にも向いているペンだなと思いました。鉛筆の書き味に結構似ていて、鉛筆が好きな方にとってはたまらないペンになるんじゃないかなと思います。値段は3000円となっていて、ちょっと高いかなとは思いますが、一味違ったペンを楽しみたい方にはもってこいかなと思います。こちらはゼブラのフロスリンですね。こちらは木のグリップのデスクペンなんですけれども、これほどおしゃれなデスクペンは初めて見ました。落ち着いた暗い赤色が自分の机にとてもマッチするなということで購入しました。こちらのグリップのところにはちょっと見えにくいんですけれども、ブナの木が使われています。
すごい控えめな木目となっていて、それが落ち着いた軸と結構マッチしていて上質感を演出しているんじゃないかなと思います。触り心地はサラサラとしていて、ずっと触っていたくなるような感触です。ツヤがない状態の方がこちらのペア似合ってるんじゃないかと勝手に思っているんですけれども、使っていてツヤとかがどんな変化を見せるのかが楽しみですね。台座には七宝柄と呼ばれる日本の伝統的な模様が立体的に再現されていて、どの角度から見ても美しいです。こちらのような複雑な形状は金属のみで作ろうとするとかなり難しいらしいです。ですが台座っていうのは樹脂だけで作ると軽くて安定感がないので、台座としての役割を果たすことができません。そこでフリーブレンドインジェクションという技術を用いて樹脂と銅を混ぜ合わせることによって複雑な形状でありながらずっしりとした重量感を持たせることができるようになったというストーリーがあるそうですね。このデスクペンでここまで台座にもこだわるのってなかなかないかなと思います。この台座は野原工芸のペンとかも立てれるので、ペンの紹介動画とかを撮影するときに使って立てていくのも面白いんじゃないかなと思いました。ペン本体にもこだわっていて、真鍮が使われた軸となっていて、結構ずっしりとした重量感があって、旅館のフロントとかで使っていると、これいいペンだなって思うこと間違いないです。握った時の木の温かさのおかげで金属特有の冷たさを感じないっていうのも木の良さかなと思っています。旅館のフロントとかに置いてほしい和モダンなデスクペンですよね。発売してから1ヶ月半ぐらいしかまだ経っていないこちらのペンですが、レジやフロントに行くとこちらのペンが置いてあるのが当たり前になる時代が来るかもしれません。値段は1600円プラス消費税なんですけれども、もうちょっと値段がしてもいいんじゃないかなと思うほどのクオリティですね。書いてみるとちょっとガタつきが大きかったので、セロハンテープを少しだけペン先に貼ってガタつきをゼロにしました。こちらのペンはペン先を収納する機構がついていなくてずっと出しっぱなしなので、テープをつけてもう何不自由ないということでずっとつけていこうかなと思います。結構書き味が良くなってですね、真鍮の軸の良さを引き出すことができたんじゃないかなと思っています。空気抵抗のことも考えたんじゃないかっていうぐらい美しい流線形のボディですごい自分の手に合っていて持ちやすいですね。デスクペンなので持ち運びはできないっていうのは残念ですが、これは本当におすすめできるデスクペンとなっています。続いてこちらもゼブラさんのペンで、フィラーレウッドのツイスト式のボールペンですね。フロスリンと同じくブナの木がグリップに使われたボールペンとなっています。色は深い赤色で、フロスリンの焦げ茶っぽい感じの色とはまた違った色合いとなっています。最初から木の部分は結構ツヤがあったペンだったと記憶しています。樹脂含芯カバー材と比較しますと、ちょっとブナの木は柔らかいかなと思いました。木目の出方とかは樹脂含芯カバー材の方がはっきりとしていますよね。値段は2500円で、冷静に考えたら結構高額な値段がします。ツイッターでも言ったんですけれども、最近は3000円以上のペンじゃないと高いって思わなくなっちゃって、2000円台のペンとかはこれいいなって思ったら何の抵抗もなく買ってしまうような金銭感覚になっております。グリップと軸のリングのところがヘアライン加工が施されていて、かなり高級感のあって大人をターゲットにしたボールペンとなっています。中に入っているインクはフロスリンと同じリフィルのエマルジョンインクを使っています。ちょっとペン先のガタつきが大きいせいで書き味が結構損なわれてしまっています。これもまた時間があったらテープとかでガタつきを少なくしていこうかなと思います。続いては木軸の多機能ペンですね。プラチナのダブルアクション R3 ローズウッドでございます。ゴールドとローズウッドの組み合わせが本当に高級感があって、それに惹かれて購入しました。黒と赤のボールペン、それから 0.5mm のシャープペンが搭載された3機能の多機能ペンとなっています。結構短い多機能ペンなので持ち運びに便利ですし、手帳とかに挟んで持ち歩いていっても楽しいんじゃないかなと思います。インクは 4C 規格のリフィルが搭載されているので、ジェットストリームとか自分の好きなインクを使うことができます。値段は5000円プラス消費税ですね。結構高いです、これは。続いてはパイロットの4+1ウッドですね。
こちらはグリップに樹脂眼芯カバ剤が使われた5機能の多機能ペンとなっています。全体的にマットな塗装が施されていて重厚感がすごいんですよね。こちらの軸はボルドーという深い赤色で黒の塗装と非常にマッチした配色となっています。グリップも S20 みたいに使い込むとツヤがすごい出るんですけれども、あんまり使えていない多機能ペンですね。なんであんまり使えていないかっていうと、後から紹介するピュアモルトジェットストリームインサイド4&1が良すぎるっていうのが大きいんですけれども、ノックレバーがちょっと鮮やかすぎて好きになれないんですよね。もうちょっと抑えめなカラーだったらいいのになといった感じです。インクはアクロインキが使われていて、とても滑らかで発色が良くて自分の中で一番好きな油性インクです。ジェットストリームインクよりも好きですね。こちらはユニピュアモルトジェットストリームインサイド 4&1 でございます。自分が持っている多機能ペンの中で一番気に入っていて、大学がある時なんかは毎日のように使っていますね。グリップにはピュアモルトオークウッドプレミアムエディションといってサントリーのウイスキーの樽として使われた木材を再利用しています。使い込むことによって深みのあるツヤが出てきて重厚感が半端ないグリップで本当にかっこいいですよね。こちらの軸は限定色のネイビーとカッパーゴールドとなっていまして、ネイビーの方は艶消しでありながらよく見るとキラキラとしたメタリック感を感じられるカラーですね。カッパーゴールドはピンクゴールドのようなカラーでかっこよさがありながら上品なカラーとなっています。黒い中間の口金のところはマットなんですけれども、中間のリングとクリップは艶があるので、そこは4+1ウッドを見習ってほしかったなといった感じです。個人的にはこっちの直線的なグリップの方が握りやすくて書きやすいのでガシガシ使っていける多機能ペンです。ピュアモルトのスベスベとした触り心地が好きで、使っていくのも楽しい多機能ペンとなっています。インクは有名なジェットストリームの 0.5mm が搭載されていまして、滑らかでいいんですけれども発色がちょっと暗めなので、アクロインキのリフィルをこっちに取り付けようかなと考えているところです。互換性がないので、カットしないといけないんですけれども、するときは動画にしていこうかなと思います。続いてはユニのピュアモルト1000ですね。さっきのピュアモルトとは色が違っているんですけれども、こっちが厳選した樽材から作られたピュアモルトオークウッドプレミアムエディションで、こっちが普通のピュアモルトという感じで、全く違うものだと思っていただければなと思います。グリップの部分は色が明るくなっていますが、これはかなり昔に塗装であるかどうか確かめるために削ったような記憶があります。オークウッドプレミアムエディションと比べると触り心地が全然違うんですよね。なんでそこまで違うのか逆に気になってしまいます。細軸のモデルもあるんですけれども、そっちの方が見た目がおしゃれかなと思います。書き味は1000円のシャープペンにしてはかなりいい方だと思うんですけれども、キャップの部分がカラカラと書いている時にちょっと音がしてしまうのは残念ですね。口金はかなり長いので書いている時の視界は結構いいです。この上のグレードでオークウッドプレミアムエディションの木が使われた2000円と5000円のモデルもあるので、ずっと買いたいなと思っているんですけれども買えていないペンですね。こちらは無印の木軸六角シャープペンと、こちらがミニで、それから消しゴム付きですね。何も塗装がされていないナチュラルなシンセンスシダーの木目となっていて、可愛らしい見た目のペンとなっています。この3本のペンに使われているシンセンスシダーという木は鉛筆によく使われている木ということで、かなり軽くて柔らかい触り心地のペンとなっています。落としたりしたらへこんじゃうかなっていうのはちょっと怖いですね。こちらのペンはアルミ六角シャープペンと互換性はないんですけれども結構似ていますね。全体的に短いペンで持つところとペンの先端の距離がかなり近いので、慣れていない自分からしたら書きにくいなといったシャープペンですね。こちらのミニはかなり細いペンで新タンクの容量は新2本分しか入りません。上のキャップがかなり外れやすくなっているので、筆箱に入れておくと勝手に取れちゃってなくしそうで怖いですよね。書いている時に手が当たらないようにクリップがかなり短くなっているんですけれども、なかなかシュールで可愛らしいです。かなり細い分たわみやすくなって耐久性がちょっと怖い華奢なペンです。おそらくですが口金は固定されていて開けることはできませんでした。
製図用シャープペンのガイドパイプと同じぐらいの長さのとても小さな口金となっています。この3つのペンどれにも言えるんですけれども、軽くて木軸のペンなので、鉛筆の書き味に非常に似ています。個人的には普通のサイズよりもミニの方が全長が長くて持つところが定まりやすいので手に合っているかなと思いました。木軸六角シャープペン消しゴム付きですが、もうこれ完全に見た目は鉛筆ですよね。口金を木の色に塗装したら区別ができないレベルになってしまうと思うんですけれども、シャープペンが禁止されている小学校とかにこっそりと持って行ってもいいですし、鉛筆でこれまで勉強していなかった小学生がいきなりシャープペンになると、慣れないところもたくさんあると思うので、シャープペンに移行する前に一回このシャープペンを挟んでもいいんじゃないかなと思います。このペン結構すごくてすごい書きやすいんですよね。さっき紹介した2つのペンはクリップが邪魔だったり細すぎるかなといった結構癖が強いペンだったんですけれども、こちらのペンは特に癖もなくて非常にバランスの取れた鉛筆やシャープペンかなと思います。普通のモデルが税込み390円となっています。そしてミニと消しゴム付きは税込み290円となっています。消しゴム付きは結構お得ですよね。こちらは以前箱根に行った時にお土産として買った寄木細工のボールペンですね。寄木っていうのは様々な種類の木を寄せ集めて作られた模様となっていまして、さっきまで紹介していた木とは全く雰囲気の異なる可愛らしいデザインとなっています。自分は一緒にコースターと箸置きも買ったんですけれども、机の上にいつも飾っているほど気に入っています。こちらのボールペンの断面はこんな感じの寄せ木となっていて、90度の扇形のパーツを4つ組み合わせているという感じですね。普通の木軸のペンを作るよりはるかに大変そうなんですけれども、1000円で購入しました。金銭感覚がおかしいので1000円でもすごい安いなと思っちゃうんですよね。金具の金色のメッキのところが明るい色すぎて安っぽいなと思うのが唯一の欠点かなと思います。中をちょっと分解していきますと、ペン先に何かくっついていて、それによってガタつきをほとんどゼロにしています。なのですごい書き味も良くて結構気に入っているボールペンですね。字の書き始めが若干かすれやすいのでリフィルを変えて使っていきたいなとは思っています。このリフィルがどこのメーカーのものなのか何も書いていないので、わかる方がいらっしゃったら教えてほしいです。4+1 ウッドのアクロインキを入れるとあとちょっとだけ足りないので、改造すればアクロインキでも使えるかなと思います。皆様お待たせしました。最後の2本は野原工芸でございます。このペンをお目当てに動画を見てくださった方も多いんじゃないかなと思います。まずは野原工芸のマーブルウッドのボールペンスタンダードタイプですね。買ってから2ヶ月が経過したボールペンでございます。キョンセームっていう革のクロスを使って磨いてきてかなりツヤが出ていますよね。最近はちょっと時間がなくてあんまり磨けていないんですけれども、十分と言っていいほどツヤが出てくれました。購入当初の写真と比べるとまだあんまり変わっていないかなといった感じですが、色のコントラストが若干大きくなったかなといった感じですね。すごい密度の濃い木だとは思うんですけれども、若干柔らかくて傷つく筆箱とかに入れていくと傷が入ってしまってツルツルとした触り心地ではなくなってしまうと思うので、傷から守れる筆箱に入れてずっと使っていこうかなと思います。木の材質って本当にいろいろあると思っていて、分かりやすく大げさに例えるとマーブルッドはきめが細かくて柔らかい粘土のような木材かなと思います。発泡スチロールのように軽くてへこみやすいのが鉛筆に使われているシンセンスシダー、そして頑丈で硬いコンクリートのような木材が木焼きだったりローズウッドみたいな感じで大きく分けて3種類ぐらいに木の材質っていうのは分かれるんじゃないかなと思います。木によって触り心地が全然違っていて、こうやっていろいろと木のペンを集めてこないとわからないような知見をたくさん得ることができました。だいぶ話がそれちゃったんですけれども、こちらはボールペンとなっていて、インクはパイロットのアクロインキの金属リフィル BRFN-30 のブラック 0.7mm が搭載されています。リフィルが1本300円となっていて結構高いんですけれども、本当に大好きな軸と大好きな油性インクでこれからもずっと使っていくと思うので、予備のリフィルを2本買いました。
金属リフィルっていつインクが切れるのかわからないので、筆箱に常備していつでも使えるような状態にしていくつもりです。スタンダードタイプということでちょっと太めな軸なんですけれども、なんでかわからないんですけれども、すごく自分の手に合うんですよね。自分の手は生まれつき野原工芸のペンに合うようになっているんじゃないかなと思うほどです。値段は8800円でとても高いんですけれども、お気に入りの1本となっています。とうとう最後になりました。こちらは野原工芸の欅のシャープペンスリムタイプですね。このシーサーというチャンネルを代表するペンといっても過言ではありません。自分のお気に入りのシャープペンは何と聞かれたら必ずこのペンと答えます。欅という木はかなり経年変化がしやすくて4年半ずっと使っているんですけれども、購入当初の写真と比べると見違えるほど色が変わってきているなと思います。気分で変えているんですけれども、今は新しい固定式口金を使っています。最初はキャップとクリップも金色だったんですけれども、使いすぎてしまってかなりメッキ塗装が剥がれてしまっています。個人的にこの塗装の剥がれ具合が好きで、木だけでなく金具の変化も楽しめるペンとなっています。このペンは書き味が本当にいいっていうのが大きな魅力で、ペンの内部には金属のパーツが多く使われているので、かなりしっかりとしたフルメタルボディのペンで書いているかのような書き味となっています。少し重たいペンなんですけれども、書くのが本当に楽しくてずっと使っていたくなるシャープペンですね。値段は4400円となっています。ということで、自分が持っている木軸ペンの紹介をしてきました。自分のチャンネルでも一番長いんじゃないかっていうぐらいの動画になったと思います。木軸ペンの良さっていうのを動画を通してお伝えできれば嬉しいなと思っております。このチャンネルではリクエストを募集しているので、紹介してほしい文房具ややってほしい企画などがありましたらコメントの方よろしくお願いいたします。限定色とかの情報もありましたらコメントをしていただけるとありがたいです。Twitter と Instagram もやっていて、動画を撮影する際にいい写真が撮れたら随時更新しているので、興味のある方はぜひフォローしていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。